はい、どうもです。今回はですね、こちら、ヒレシャコ貝っていう食材ですね。で、前にね、一回シャコ貝をね、さばいたことがあるんですけども、今回さばくのはあれとはちょっとまた別の種類なんですね。前回がトガリシラナミ、そして今回がヒレシャコ貝です。まあ、シャコ貝ってね、実は1種類じゃなくて、ここら辺だけでも6種類ぐらいいるんで、実はね、いっぱいいると。いったところで早速観察していきましょう。こちらがヒレシャコ貝ですね。島ではねほとんど見かけないかなりレアな種類となっております。普通の貝とは全然違う変な見た目をしてるんですけども、この穴があるんですけど、この穴が海水を取り入れる場所で、ここら辺からね覗くとわかるかな、ビラビラってなってるのがね奥に見えるんですけど、これがね貝のエラです。この穴から水を取り入れて呼吸してるんですね。で、皆さんこの貝のねここ外頭膜って言うんですけど、これがね多分ね気になってると思います。で、これなんですけども、ここにね褐虫藻って呼ばれるプランクトンがいて、その褐虫藻が光合成によって作り出したエネルギーでこの貝は大きくなってるんですね。なので水中にいる時はなるべく光を集められるように、こうやって太陽一番当たる方向にね向いて、かつこんな感じで光を取り入れられるように口を開いてるんですね。で、シャコ貝に挟まれたら死ぬぞみたいなことが言われてたりするんですけど、あれはね大シャコ貝っていう種類で、ちなみに死んだ人はいないみたいです。こうやったら閉じます。おお、危ねえ。これ本気で挟まれたら指潰れるわ。危ねえ。チャッカーまでやってみよう。でも指挟むぐらいは閉じないな。で、これね一回挟まれたんですけど、死ぬことはありえないなっていう感じなんですけども、結構しっかり痛いんでね、指を挟ませない方がいいです。じゃあ取り出していきましょうか。よいしょよいしょ。ヒレシャコ貝の名前の由来なんですけども、これね殻にヒレみたいなのがついてるからヒレシャコ貝って呼ばれてます。はい、ということで今日はねヒレシャコ貝をさばいていくんですけども、これね結構でかいです。多分 4,5 キロぐらいあるんじゃないかな。しっかり重たいですね。ちなみにですね、シャコ貝って人食い貝とかね言われたりすることがあるんですけども、いやでもこれ言わなくていいかなとは思いますけど、人食べません。はい、さっき言ったようにね光合成でね生きてますから、なんなら餌も食べないといったところで、すごいよね。褐虫藻すげえ。はい、そんなこんなですね、早速さばいていきましょう。ちなみにシャコ貝ってこの色がねバラバラなんですけど、これね褐虫藻の種類によって変わってくるみたいです。遊んでみろよおい、遊んでみろよ。やめとこう、食材で遊んでるって怒られそう。じゃあここにですね貝柱がついてるんで、ここから包丁入れて貝柱を外していきます。よし、貝柱が外れました。分かりづらいな、見えないから。なるべく傷つけたくないんで手で剥いでいこうかな。ほら、こっち側の貝柱も見えましたね。貝柱切っていきましょう。はい、 OK。 うわ、すごいなこれ。案外しっかりくっついてるな。よし、取れました。ちっちゃ中身。この中からこんだけしか身取れないんだ。知ってましたけども。さて、ここから料理をしていきましょう。で、シャコ貝はですね、このね緑の外頭膜の部分で食べれます。はい、こんな感じ。でもでかいな、このぐらいのシャコ貝になってくると。どうやってもこんだけになりますからね。で、美味しいのがね、これ貝柱ですよ。ほら、貝柱。そしてね、なんとね、これ貝だとねあんまりイメージないんですけど、これ肝があります。これ肝がねめちゃくちゃ美味しいらしいんで、これ肝をさっと湯通しして切って食べてみましょう。じゃあここで切っていきましょう。このもじゃもじゃってしてるこの部分はですね、足って呼ばれる部分で、シャコ貝って移動しなくて回転に足でくっついてるんですよ。だから取るときはこの足を切って取ってるわけです。これ岩にへばりつくための部位です。これね多分食べれないはず。すごい硬いから。はい、これでシャコ貝の可食部位に分かれました。少なー。ではこれを下処理して食べれる状態にしていきましょう。じゃあまずは貝柱からやっていきましょう。これさ、こんだけしかさ取れる身ないのに、沖縄の市場とかで買ったらどうだろうな、1万円はすると思うんですよね。で、可食部位だけで考えたら A5 ランクの肉より高いんじゃないかな。こうやって皮をね剥いでいきます。はい、これ何グラムあるんでしょうね。
意外と 300g ぐらいあんのか。 320g、 1万円で 320g、 100g 3000円ぐらいか。こちら高級な肉とほぼ一緒の価値です。はい、そしたら次、外頭膜ですね。外頭膜ね、結構ね、ぬちゃぬちゃしてるんで、ぬめり落としをしていきます。塩。よし、いいでしょう。洗っていきまーす。この外頭膜なんですけど、ヒレシャコガイは食べたことないけど、基本的に硬いんですよ。ちょっと刺身食べて、調理方法を決めます。大丈夫です。あ、全然うまい。めっちゃうまいわ。トカリシラナミの外頭膜の刺身はそんなに美味しくなかったけど、ヒレシャコガイの外頭膜の刺身はうまいな。めちゃめちゃ旨味がある。シャコガイによってこんな違うんやな。全然美味しい。ちょっと塩が入りすぎてんな。もともと塩の味なのかな。そしたらですね、これ半分は刺身でいきます。で、半分はバター醤油焼きで、次はですね、こちら肝です。肝を湯引きにしていきます。 OK、 セット。よし、さっと湯がくだけでいいやろ。よし、 OK、 いいね。はい、そしたらですね、こちら外頭膜のバター焼きを作っていきましょう。なんか見た目ナマコみたいですよね。美味しそう。これシャコガイって言われんかったら食べるのためらう見た目してんな。よいしょ。これは絶対うまいわ。じゃあここにメインディッシュ、シャコガイ。やばい、めちゃくちゃうまそう。そして最後、ここに醤油をさらっとかけましょう。さらっとね。はい、もう完成。はい、うまいです。もう美味しい。はい、それではここから刺身を切っていくんですけども、なんとですね、皿はですね、こちらです。シャコガイです。身は少ないんですけどね、皿になりますから。よいしょ。ただね、シャコガイこのままだとさすがに固定できないんで、皿の上にこれ塩を持って固定していきます。ちょっと水を含ませての OK で、こう大葉のせて貝をね持っていきましょう。はい、そしたらまず貝柱から切っていきます。貝柱ね、すごい綺麗なんですよ。うわ、2列欲しかったな。まあいいか。次外頭膜ですね。なんかね、他のシャコガイより外頭膜がね、柔らかいんで、そんなちっちゃく切らなくても良さそう。包丁入ってく感じ見たらもう分かるもんね、柔らかいっていうのが。ラスト、肝です。肝はどうやって切ろうかな。なんかここに変なのついてるよな。うわ、うまそう。これ牡蠣みたいですね。断面ブリッブリですよ。ということで、シャコガイ3種盛り完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。うわ、これは贅沢。ちょっとまず貝柱からいこうかな。いただきます。面白味ですね、これ。なんかね、ホタテみたいな感じなんかなと思って食べたら全然違う。シャキシャキしてて、で旨味はすごいわ。ホタテとは全然別物。なんか食感的にはえのきとかに近いかも。キノコみたいな感じするぐらい、なんか束を噛んでる感じ。じゃあちょっと俺これめちゃめちゃ楽しみにしてました。こちら肝、いただきます。これすごいな。未知の味や。なんだこれ。うんまい海水飲んでる感じ。ベースは海水ですけど、卵の黄身みたいな味しますね。うわな、これすっごい味してんな。これハマったら抜け出せないけど、ハマるまで時間かかりそうな味。だいぶ癖あるわ。なんか今までに出会ったことないタイプですね。じゃあ次行きましょう。シャコガイバター炒め。いただきます。普通にうまいけどゴムっぽいサザエって感じ。でも美味しいは美味しいけど、海外では美味しくないわ。1万円払って食べたい味かって言われたらそうではないかも。うん。
サザエとか300円ぐらい買えるからね。硬いステーキの筋みたいな食感です。すいません、あんまりこれは美味しくはないわ。街頭膜なんかそんなにだな。味は美味しいわ。ちょっと海藻臭いけど美味しいは美味しいではある。食べるなら肝だな。これは面白い味、本当に。肝食べてくださいよ。そのままっすね。今まで食べたことない味じゃないですか。白子にも近いけど、ナマコみたいな味もするけど、魚の肝みたいな感じもして、なんですかこれは。なんだこれって味ですよね。シャコガイの肝味ですね、これは。これはシャコガイの肝ですね。ですね。でも美味しいですよこれ。美味しいですよ。美味しいですよ。美味しいけど、もうこれは食べてみるしかない。シャコガイこれ1万円ぐらいしますけど、みんな食べるしかないこれは。はい、それではごちそうさまでした。いやー、シャコガイね、今までね3種類ぐらい食べてきてみたんですけども、ヒレシャコガイまた新しい味でしたね。で、ちなみにですね、シャコガイって実はね、結構ね、保護が進んでて、ワシントン条例とかで国外への輸送が禁止されてたりとか、他の国ではね、捕獲するのが禁止になってたりだとかね、結構ね、保護が進んでまして、もしかしたら10年後、天然のシャコガイ捕獲禁止ですよって日本になってる可能性ありますからね。これがね、もしかしたらね、貴重な動画になるかもね。ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、